皆様こんにちは。リーダーシップ道場のナビゲーターを務めるピーターです。今日はエピソード9になりますけれども、ここから少しずつこのリーダーシップ道場の4つのフィールド、心、体、感、行、その中に入っていって、いろいろな実体験をもとに、ちょっとした考え方やテクニックを紹介をしていきたいと思います。でまずはやっぱり体かなと思うんですね。私たちが本当にどう付き合ったらいいかが、年を特に重ねるにつれて、あるいは途中で病を経験すると、本当に体の大切さを思い知らされますけれども、これちょっとリマインドとして私は、ある頚椎症、この辺の靭帯を損傷したことによって、多種多様な神経症状に見舞われるようになりました。それは2006年から2014年まで、かなり苦しい9年間を過ごしました。その中でも特に7年間はもうずっと不調の中におりました。神経痛が体中にあり、平衡感覚が乱れ、左側では呼吸困難になり、そして不整脈も4年ほど続いておりました。股関節あたりもじりじりと神経痛がし、全く消化もできないので、ほとんどトイレには行けませんし、不眠症には3種類あるんですけれども、入眠障害、途中覚醒、早朝覚醒という3種類あるんですが、これ全部同時に起きて、1日10回ぐらいは起きます。そういう中で本当に死ぬかと思うような辛いものを経験しましたが、それに対処しようと、西洋医学、東洋医学、そして不思議系といえる逆にも全部で420回ほど通い詰めておりました。ところが最終的にはどれも根治に至らず、私は自分が作ったベンチャー企業を辞めて、森のある町に引っ越して、2年ほどは完全な隠居の中で自分の体と対峙をしていくような、そんな今振り返ってみれば大変面白い経験だったんですが、当時はめちゃくちゃ辛い。そして先はどうなるかが全く見えないような中におりました。ところが、それこそヨガをやったり、呼吸法を学んだり、インドの生命科学でアユルヴェーダを学んだり、西洋科学にある神経の最新の知見というものを勉強したりする中で、自分なりに気づくものもたくさんありました。それいろいろな形で紹介をしていきたいと思うんですが、まず、今日は、このボディアウェアネス、身体意識と日本語でも言うんですが、これを持つ重要性について少し紹介をしたいと思います。多分皆様も肩こりだったりとか、どこかが痛いとか、そういうものを抱えていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、なんか仕事を一生懸命している中で、そんなものは仕方がない、当たり前だろうというものになって、あるいは感覚が麻痺をして気づかなくなっていくんですね。私も上腕のこの辺りまで痛くて、首はガチガチに固まっておりまして、もう体中はもう触ると痛いのに、いつの間にか、ベンチャー企業経営者として仕事をしていく中で、いつの間にか全くこれに気づかなくなってきました。ちなみにですけれども、今は私は全くそんなものはございません。肩こり、腰痛とはほぼ無縁の生活を送っていますが、ほとんどの場合、私たちはその体の声に耳を傾けることを忘れてしまっています。もう一度そこの体の声に耳を傾けるところから始めなきゃいけないなということで、身体意識、ボディアウェアネスが重要になってくるんですが、それをより具体的に言うと一体何なんだろうということで、いくつか体の中で要となるところの状態を自分なりに気づいて、そして早く問題があった時に是正をしていくということは大切になってきます。で、多分このボディアウェアネス、身体意識という中には様々な側面があると思うんですよ。私は特に4つが、自分の体験から言うと非常に重要であるというふうに思っています。で、1つ目は呼吸に対する意識です。これもきっと皆さん経験があると思いますが、忙しくストレスがある時には呼吸は短く、そして浅くなっていきます。これはすでにも危険信号、黄色信号なわけです。呼吸はゆったりしていて、深くなければすでに何かストレスが蓄積しているという、そういう印というふうに考えていただいていいと思います。そして自分の呼吸を一体どんな状態にあるか、そこに少しゆっくり、静かなところで意識を向けていただければよろしいのではないかなというふうに思います。で、2つ目の
身体意識の側面は胃腸だと思います。皆さんもこれも多くの方はご経験だと思う。胃腸が不調だと頭も痛くなるし、ぼーっとするし、体調が悪くなります。で一体自分の胃腸は何によってそうなるのか、どういうことをすれば変わるかということを注意深く目を向けると変わってきます。もちろん何を食べるかということも影響しますし、運動しているかしていないか、散歩ができたかできてないか、等々様々なものがそれに影響しますが、これもただ嘆くのではなく、やはりそこに意識を向けて、自分の行動によってどう変わるか、そこから変えていかざるを得ないと思います。三つ目の身体意識は関節です。二百数十の関節が我々の体の中にありますけれども、股関節だったり、膝だったり、肘だったり、肩だったり、要となるような関節があると思います。そこに歪みが生じていたり、あるいは痛みが生じていれば、これも黄色信号です。姿勢を正して、あるいは早めに、それこそ東洋的な治療でもいいと思いますけれども、異常を感じていれば早めに対処することは極めて重要です。さもなければ、いずれ関節を交換する手術にまで発展したりすることがありますので、関節に対して意識を向ける。普段多分生活でほとんどないと思いますが、これがとても大切だと思います。そして最後取り上げたいこの身体意識は筋肉に対する意識です。筋肉が凝り固まるということはいろいろな流れが滞るんですね。私たちの体の中では、神経伝達であったり、それから血液であったり、リンパ液であったり、ホルモンであったり、様々なものが流れることが、滞ることなく流れることが健康な状態なんですが、どこかが固まっている、筋肉が固まっていると、この流れが遮断をされる、あるいは、そこには一つの障害が起きたりしますので、自分の筋肉は痛くないのか、柔らかい状態にあるのか、そこに持っていくためにはどうしたらいいかという、そこにもぜひ意識を向けていただきたいと思います。もちろん意識を向けるだけではダメで、いろいろなものでどうやって改善をしていくかということも必要になっていきますが、それについてはまた次のエピソードから見ていきたいと思います。ただここでもう一つだけ話をしたいのは、体はその意識を向けて対応するものに対して必ず反応してくれます。私はこの、9年、その中でも特に7年が非常に厳しかったわけですが、その中で2、3年ほど経った時に自分のノートに書き留めたのは今でも残ってますけれども、非常に苦しい体験を経験しているので、これからは体内年齢を意識的に下げていこうと。当時はそれを書いた時は41歳でしたけれども、これから、7年ほどずっと体内年齢を下げ、48歳の時に30歳を目指そうという、そういうふうに41歳の時に書いたわけですが、2016年に48歳の時に、体内年齢を測定することにしました。体内年齢を測定するには、例えば骨密度、血管の年齢、BMI や体内脂肪といったものを測定して出していただくんですが、なんとこの48歳の時に受けたテストの最終的な結果は、今でも忘れませんけれども、体内年齢マイナス18、30歳と書いてありました。だから本当に私は48歳の時に体内年齢30に到達をしたわけです。不調の中では絶対に想像すらできないような出来事でした。でしたので、体に意識を向けて、楽しくかつ真剣に取り組めば反応してくれる、そんな存在でもあると信じています。それについてはまた詳しく、もう少し詳しくエピソード10で見ていきたいと思います。このリーダーシップ道場は、Apple Podcast や Spotify、そして YouTube でも配信しています。このプログラムは世界の若手リーダーの育成ともつながってますので、ぜひそのサポーターになりたい方は、概要欄で詳細をご覧いただきたいと思います。はい、今日はここまで。またエピソード10でぜひお会いしたいと思います。